DIY 教室壁紙の柄リピート徹底解説。この動画では壁紙の柄の繰り返しについて詳しく掘り下げていきます。柄をつなげて貼ることができる壁紙には柄の繰り返しであるリピートがあります。リピートの幅は壁紙によって違いがあります。貼る前の壁紙を広げてみましょう。左右の端には柄のない耳という部分があり、天地を示す矢印や柄合わせマークが入っていて、貼る時の目安になります。柄合わせマークを揃えて2枚の壁紙を並べてみると、両端の耳から数センチの範囲で同じ柄が重なる部分があることがわかります。柄が合うようにカットして貼ると、重複する部分がなくなり柄がつながります。1枚で両端の柄の重なりを除いた横幅を有効幅といって、横方向に何列貼れるか割り出す時に使います。横リピートは同じ横方向の柄の繰り返しになります。有効幅やリピートは商品情報で確認することができます。縦リピートは縦方向の柄の繰り返しです。縦リピート1回ごとの間隔で左右の耳に柄合わせマークが入っています。このマークの位置を揃えることで簡単に柄をつないで貼ることができます。ロール状の壁紙は貼る列の数だけ柄がつながるようにカットする必要があります。貼る壁の縦の長さを測って上下に5センチずつ切り代を足すと、貼る時にカットする1枚の長さがわかります。天井側の壁際の柄を決めて切り代5センチを足したところが天井側のカット位置になります。カット位置はマークとの距離などで覚えておきましょう。床側は切り代を含めた必要な長さでカットします。床側のカットに続けて覚えていたカット位置で次の列の天井側をカットしましょう。カットで出る余分は縦リピート1回分より必ず小さくできます。同じように必要な枚数だけカットしていきましょう。壁紙全体の長さを割り出すには切り代を含めたカットする1列の長さに出る余分より大きい縦リピート1回分を足します。この1列につき縦リピート1回分を足した長さで何列分になるか計算すると、施工に必要な壁紙の合計数を割り出すことができます。リスタでは貼る壁の縦横を入力すると壁紙の必要量を自動計算できるページがあります。ステップ柄の壁紙は水平方向に移動させただけでは柄が合いません。垂直方向をずらして貼ることで柄合わせができます。ステップ柄の柄合わせマークは左右で違う位置にあり、隣り合う壁紙のマークを合わせるように貼ることで柄をつなげて施工することができます。ステップ柄は列ごとにスタートする柄の位置が異なります。例えば1/2の1ステップ柄では2つのカットパターンが必要です。まず A の柄のスタート位置を決めましょう。柄合わせマークからの距離で A のスタート位置を覚えます。 A の左端と B の右端の柄合わせマークを揃えて B のスタート位置も覚えておきましょう。切り代を含めた必要な長さで床側もカットします。床側のカットに続けて次の天井側のスタート位置でカットします。カットする長さと順番によって余る大きさは変わりますが、どの順番でカットしても余分はリピート1回分より必ず小さくできます。
できるだけ無駄を少なくしたい場合はカットする順番に注意しましょう。ステップ柄で施工に必要な壁紙全体の長さは切り代を含めたカットする1列ごとにカットで出る余分より大きいリピート1回分を足して何列になるかで計算します。この方法ならカット順や余分を細かく考えなくても簡単に割り出せるのでおすすめです。